いつもご視聴いただきありがとうございます。昼間はまだ暑くても、夜には秋の虫の声が聞こえるようになりました。今回は秋をテーマにした塗り絵を紹介します。季節を限定したテーマの塗り絵本は日本には少ないので、海外の塗り絵ばっかりです。まずは世界的に人気のあるテレサ・ウッドリッジさんの塗り絵3冊です。アメリカの田舎の牧歌的な秋の風景やハロウィーンのデコレーションの塗り絵です。こちらは、領事タフェキスさんのカラーバイナンバーの塗り絵です。カラーバイナンバーとは、塗り絵に書かれている数字に従って指定された色を塗ってイラストを完成させる塗り絵です。全く絵心がない方でも気軽に始められるので、初心者にもおすすめです。カラーバイナンバーの詳しいやり方については、こちらの動画をご覧ください。概要欄にこの動画のリンクを貼っています。指示された番号通りに塗ると、このような仕上がりになります。こちらは Amazon 出版の塗り絵です。紙質が悪い Amazon 出版ですが、個人出版が多いので、個性的なイラストに出会えることがあります。蛇やトカゲは、触っても平気なのになぜか、カエルは、めっちゃ怖い私ですが、このイラストは、可愛いので、塗ってみたいと思いました。こちらは、ハロウィーンがテーマの塗り絵です。この2冊は、同じ著者による塗り絵です。ティム・バートンのような、可愛くて、ダークな世界観が好きです。
最近の Amazon 出版塗り絵は、既成 AI のイラストが多くて、本当にうんざりしています。やっぱり、手書きのイラストには味があっていいですよね。私の動画によく登場する、カメリア・エンゼルコバさんの塗り絵です。安定な、キモ皮で、シンプルなイラストは、息抜きに塗るのにちょうどよくて、お気に入りです。この本が好きな方には、2021年発行の、こちらも、合わせておすすめします。こちらの本は、マジックペインティングといって、水筆でなぞるだけで、色が塗れる、お手軽塗り絵です。マジックペインティングは、子供は喜ぶかもしれませんが、正直言って、全然綺麗な色ではないので、水塗りした後に、自分で色を塗り重ねた方がいいと思います。でも、イラスト自体は、可愛くて、気に入っています。最後に、最近買った塗り絵の本も合わせて紹介します。こちらは、アメリカの有名なアニメ、アドベンチャータイムのデザイナーを務めた人による塗り絵の本です。アドベンチャータイムは、核戦争後の人類が滅びた後の世界のお話でしたが、この本のイラストも放射能でミュータント化したような生き物がいっぱい登場しています。
アンジェラ・ハーディングさんの版画作品が塗り絵になっています。最近、版画をやってみたくて、画材をこそこそ買い集めている私には、ぴったりな本。画集としても、塗り絵としても楽しめる、ゴージャスな一冊です。スウェーデンの画家、レオン・バーエルの絵本を元に作られた塗り絵の本です。正直言って、イラストのトレースはかなり稚拙な出来ですが、頑張って塗ったら、レオン・バーエルの幻想的な深い森やトロールな世界観が再現できるかもしれません。最近発売された塗り絵の本です。すでにインスタなどでお知らせしているように、10月末締め切りのマジーカラーはこの本から選んでいます。可愛いイラストがいっぱいの本なので、気が向いたらマジーカラーに参加してくださいね。この本は視聴者様のおすすめにあったので購入してみました。自分じゃ絶対に買わないタイプのイラストですが、新しい分野に挑戦するのも面白いですよね。おすすめいただきましてありがとうございます。皆様もおすすめの本があったらぜひコメント欄で教えてくださいね。2017年に発行された気まぐれ猫ちゃんズの塗り絵です。可愛くてゆるい雰囲気は相変わらずですが、最近の猫ちゃんズの本よりも絵柄が細かいような気がします。塗り絵の本はすぐに絶版になることが多くて、欲しくても手に入れられないことが多いので、こうしてずっと販売してくれるのは嬉しいですね。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。